チェンバーボーン。エクスペリメンタルブランチ 1.1 を導入して小型自動ポンプを手に入れた我らがビーバー。若干トラブルもあったものの小型ポンプで揚水発電にも成功。今回も新施設を使って開発頑張ってくぞー。現在の状況はこんな感じ。がっつり再開発するために整地作業の真っ最中。前回動画編集してて気づいたんだけどここシャフトないじゃん。まあなくても平気な場所だけど。気づいた君は名探偵だ。支柱あった方が緑地範囲増えるかなと思いちょびっと追加工事。細かい修正入りまーす。さあ追加の埋め立て指示も出したぞ。ここも埋め立て噴水の建設予定地を確保するのだー。土砂袋を片手で担ぐパワフルなビーバー。丸太はしまいきれないほど在庫がある。団地裏の植林場も叩き潰して平坦化するぞー。この世界を再生へ導くビーバーたち。しかし時には破壊神モードになる。平坦化に合わせて元水川で現在貯水湖の水を流してる川の水門を刷新。でもそこに作ると奥の家が水没しちまうぜ。そこで考えたのがこの堤防で囲って床部分を防水フロアで防水するシステム。って手前2棟は水没しても平気な高さだったおい。水没するのはこの1棟のみ。どうやって対策しようかな。まあ後で考えよ。適当だな。盆地の埋め立てが結構進んだぞー。高台にあるあの家をどう扱うか判断が難しいな。初期に作って割と気に入ってるから残すか悩むねー。まあ今は整地作業だ。こっちの植林場も全撤去だ。50サイクル突破の実績は解除したいからそれまでに考えよう。まだ34サイクル、先が長え。最近一動が1サイクルなのがやばい。くさビバ団地前の森番の詰め所や、こんなところにあったんだのレベルでしか認識してなかった建設作業員の小屋を撤去。やっはー、再開発の礎となれー。ビーバー、ずらー、破壊神降臨。こらをやめなさい。お友達を生き埋めにするのはさすがにいたずらっ子じゃ済まないよ。お尻ペインの刑に処すぞ。あ、土をかぶせて救出作業してたのね。無事に引きとも土に帰らず生還できました。立体農場1階も高さ低いので建て直し新築の香り消える前にまた建て直す計画性のなさよ。木製ハンマー一つで大木を叩き折るビーバーの腕力の恐ろしきこと。歯でかじり取るのは伝統を重んじる木こりのビーバーだけ。さすがに丸太がもったいなく思えたので空き地に適当に貯蔵構造地行く。コピペ機能で楽々増築。そういえば今汚水器で湧き水周りの汚水のシミが気になるので、なんとかしたいけど堤防に汚水防壁が使えないのず。堤防崩して地形ブロックに置き換えるか？水生農家さんほんますんません。汚水された水を排水した後水門を閉め忘れ、半分甲骨が枯れてしまったボンミス。何度も同じミスしてすんません。当チャンネルは基本的に失敗からのセーブロード禁止なのでこういうミスは動画的に地味に致命傷。お次はビバ団地も撤去して整地したいので、団地の建て替えをしまーす。今回は屋根もつけて少しリッチな団地に進化。こんな感じでおなしゃーす。前後森に囲まれた高立地から、目の前が汚水、さらにうるさいギアの音の最悪な場所に移動。まあ食料庫までは割と近いから許して。汚水器明けは汚水の水門の挙動を確認したいので、花火を打つタイマーを3時から20時に変更。つかそもそも花火は夜見るもんだ。いのー、ちの水。汚水器明け同時に閉まる水門そして花火の音、つまりタイマーの設定を間違えているということだ。意図かなし。この設定じゃダメか。まあ諦めず街開発しつつ合間見てちょいちょい試そう。あ、いいよ。水生農家さんごめん。綺麗な水が少ないところに汚水の原液ダバーした様子。ギリ病気にはなりませんでした。農家さんの再建が完了。ジップラインもしれっと立て直してあと少し隙間を埋めれば整地も完了だぜ。家団地撤去したらそこも埋め立てるのでまだまだ整地が続きます。汚水団地が完成して自然豊かだったビバ団地が解体。さあ行け我が精鋭たちよ。爆薬で水路を掘り、そこに合わせて盛り土を進めるのだー。ビーバー、ずらー。盛り土で一段上がったのに水門のバルブ一段上げるの忘れてた。二度手間入りまーす。立体工場を支える家が水没する件は結局いい考えがまとまらん。崩落覚悟で作り直しだー。ああ中に住んでるビーバーもいるのになんと非常な。倒壊した建物の中からビーバーの亡骸が、お前ついにやっちまったか。うぶずるー。などと事故のように見えたが実際は日齢104歳の老衰での大往生であった。そして亡骸は土へ帰った。と見せかけ隣の螺旋階段に不思議な力で瞬間移動。
たくさんの参列者の中ウブズルーの葬儀がしめやかに行われました。いや建設工事してるだけだろ。夕刻まで参列者は途切れることなく、ウブズルーの生前の人望の厚さが感じられます。ご冥福をお祈りいたします。で立体工場の工事は少し見た目変わっちゃったけどなんとか復元できました。元の形が思い出せず装飾減少。そして平坦化の基礎工事もほぼ終わり、噴水設計のための測量を開始。やっと大規模再開発の始まりだぜ。喜びの泉を中心に街のデザインを考えてくぞー。背後の立体工場と植林場が隠れない程度の高さで調整いたしました。地下から小型ポンプで水を汲み上げ周囲を緑化する命の噴水。このままだとカクカクしすぎなので耐久限界まで周囲を削り取ります。建設部分が減ればそれだけ工数も減って一石二鳥だぜ。揚水用の小型ポンプはこのトンネルに設置予定。ポンプで持ち上げられた水で噴水の池を満たすシステム。まだ建ててない北条の広間を支柱に通して設置も考えたんだけどなんかダサいので却下。つかこれ資材消費もエグいから使いどころは要注意。それでは皆の者を、建設に取り掛かれちょうどマンション前のジップライン駅近くに足場を組みやすい場所があったのでこれは建設すぐ終わるかな？若干危ない位置なので深夜にハッパー。この掘り下げた奥側を境界線とし、全部平坦化予定。で下流の貯水池の位置も定まったので、噴水から出る水を流す水道橋も追加で建設。噴水から流れた水は再度汲み上げられ循環するシステム。設計できたのはいいんだけど、土砂ブロックの矢印上下逆にしときゃよかった。これだと奥側からしか建設できん。設計やり直しが面倒で足場は結局この形になりました。ズボラ？こんな感じでおなしゃーす。しかしこのままでは建設できないことをこの時の彼女はまだ気づいていない。ほえ？足場建設で階段裏にビーバーが閉じ込められないよう監視中。ビーバー、ずらー。小型自動ポンプにはシャフトも必要と思い出し、地下水路にシャフトを設置。防水シャフトも追加されたし、街への動力供給にも応用できそうだ。水路シャフトへ動力を伝えるのに、以前意味なく作った立体植林場の支柱の家の動力伝達システムが役に立ちました。この家しれっと動力通っております。この部分土砂じゃないの気に入らん。土砂で埋め直しだ。おいおバカ、そんなことしたら貯水してる水が。水だばー。植林場が水浸し。やっべ上からのぶん投げで速攻埋め立て終わると思って油断してた。安定のやらかしで洪水でパニクってたらこれですよ。お友達を閉じ込める陰湿な子は夕飯ベリーの刑にしてやれ。どうせ水は溢れちゃってるし、ここも土砂ブロックで作り直しましょ。細かい修正入りまーす。その結果がこれである。ひまわり畑が水浸し。で洪水してふと思う。これ河口側も水位上げた方が管理が楽そう。護岸の高さを上げて水没を防ぐシステム。もういつ作ったかも覚えてない水門。いい機会なのでここも掘り下げバルブ調整機構を追加。バルブで水位3を維持して常に水道橋へ水を供給し、ここが溢れれば水門上から排水する構造。はっばー。目の前で爆発が起きても作業の手を緩めない勇敢なビーバー。水やりすぎで多肉植物が枯れそう。リアル多肉植物が半透明になり枯れることをジュレルと言います。豆知識。多肉植物が枯れる前に最優先で護岸工事を進めるのだー。ビーバーの仕事を監視して速攻で地形ブロックの建設依頼を出す匠。ウブズル家や土地の水門工事が終わったので古い水門を解体。見た目以外ほぼ変化ない地味な工事。護岸のかさ増しで河口の水位が上がるので、こちらの水門も一段上に作り直し。目の前の水門が邪魔で一番下をバルブにできなかった妥協の産物。この工事により元植林場が全て水没し貯水湖になりました。ビーバーたちの開発は続く。ぬわー、完全にやってもうたー。画面をぐるぐるするんじゃねえ、鬱陶しい。1サイクルまるっと録画をミスった。致命的なやらかしそんなわけで再度録画、いや元いタイムリープマシンを使い、1サイクル前に戻って参りました。てなわけで未来を見た私は知っている、建設されてない場所、ブロックの矢印の方向が間違っていると。知ってることでまた同じミスするとかやらせ感が半端ないのでさすがにできねえ。こうなるので当チャンネルは基本セーブ&ロードは禁止なのです。あ、その足場もそのままだとダメなやつだったのな。矢印の向き、これでいいかな？未来で修正した部分なのに覚えてねえ。タイムリープした意味がない。これがビーバー脳だ。タイムリープ前は下水トンネル完成に気づかずトラブったんだけど、未来を見たので事前に対処。堤防を使い瓦礫を手動で移動するセコ技入りまーす。
製粉所のためのシャフトが邪魔なので足場の上に再建築。下通れないし奥に古いシャフトあるから地味に邪魔。未来ではこの辺は全て貯水池となったので、水没してる木は全部刈り取っちゃいましょ。護岸工事で取り残されたビーバー。でもすぐに護岸が完成して無事救助されました。一安心。噴水の工事も着実に進んでおります。タイムリープ前は異変に気づかず数日工期が遅れてた。小型自動ポンプを設置する場所に防水パワーシャフトを建設。タイムリープ前は普通のシャフトを建設してしまい、なんで水が上がってこないのかとパニックになってました。恥ずかしいからバラさないでよ。へへー。奥には汚水が詰まっている。注意して貫通させろ。意外と汚水は少なく被害なーし。これなら数日放置でも完全に乾いてたかもだったね。だな。今まで分割されてた河口の貯水池の水位が盛り土によって同じレベルになった。一気にここも掘り下げるぞー。初期計画では水路から排水予定だったが、面倒になって一括管理することにしたのず。一段上げた水門も完成。後ろに隙間ができたことでマップ外に水が捨てられてないか視認しやすくなった。噴水がほぼ完成したどー。タイムリープ前は汚水域までかかってたから今回はかなり早く建設が終わったぜ。なので追加で意味のない階段を設置しました。まあ噴水周りを装飾するのにも階段はあると便利かな。河口の池の水位が一マス上がった影響でここの畑は水没するので、こちらの農家さんは今日で廃業です。代々受け継がれてきた農家さんを無慈悲に地上げ。下水工事は以前掘り進んだけど、結局使わなかった部分の埋め立てをします。細かい。まあ小型ポンプで汚水を汲み上げればこっちに送ることも可能なんだけどね。さすがにマップ外に通じる下水完成した直後にまた方針を変えるのはめんどくせえな。気づかぬ間に噴水に水が溜まっておった。実況者にあるまじきボンミス。てか高さを見誤って喜びの泉水出てないし。ダメじゃねえか。糸かなし。もう一段池を高くしようかとも考えたけど見た目がごつかったので却下。で喜びの泉を一段低く作り直すことにしました。意味なく作った階段が早速使われることになったな。貯水バルブ開放。貯水池に戻ってこれで無駄なく循環されるぜ。今まで2つの河口を分断してた水門よさらば。今後は両方の水を一括管理だ。汚水域前日になったので下水への道を削除。物理的に入るの禁止。汚水域が来るぞー。未来の知識を持っている私は知っている。この湧き水がきれいに汚水と分離されることを。いやバルブ開放されてないんだが。あ、貯水バルブのオン設定忘れてたわ。タイムリープ前はちゃんとできてたことすらできねえ。これがくるみサイズのビーバー脳だ。こっちの水門はちゃんと排水できてるね。でも水門部分に綺麗な水が重なる謎現象起きてるけどな。暇ビーバーがいたので河口の貯水池をきれいに埋め立て。天然の地形ガン虫のカップ開発。喜びの3連は青。街の新たなランドマーク、ここを起点に再開発計画を練ろうぜ。あいよ。そして気づいてしまう。ここにバルブつけても水位調整できないじゃんと。水位も何も垂れ流し。噴水の水道橋も延長することを考慮しているので、とりあえず手前に水門でもつけときましょ。ですか。で装飾はずらっと記念碑。丸太や板がだだ余りなので在庫処分も兼ねてます。そして今一番の悩みの種。多分植林できるが綺麗に緑地化できてないな。現在ビーバーたちは毛皮の潤いが足りていない。これは川辺の保養地を作るのが良さそう。シャワーでもいいな。てなわけでまた地下からポンプで汲み上げて川に戻すシステムを考案。これぐらいならすぐ作れそうだ。面倒だけどいつかスターマインを成功させたいので地道に花火ランチャーを造成。地形の段差によって飛距離変えたりしないといけないので地味に大変な作業である。用水川辺の保養地、やっぱやめたー。うちのレイムさんは今回も情緒不安定。いやこっち側も水道橋を伸ばせばシンメトリーになるし、見た目が映えるかなと。水が流れるならこっちに川辺の保養地建てた方がビーバーも見やすくていいかもだ。しかしこの水道橋の下にジップラインを通すのが結構辛かったよ。頭こすってハゲるビーバー続出しそう。足場の上だとダメだったけど地面にジップラインの桁を置くことでなんとか敷設成功。地道にやってた平坦化作業があと少しで終わりそう。そのあたりはシャフトだらけで作業が結構遅れてました。お仕事いっぱいあるのに、お前、暇そうやなー。サボりは絶対に許さない鬼現場監督。では隙間バイトで爆薬の設置をお願いしまーす。
すでに上流の貯水湖の水すら持て余してるのに、さらに河口の貯水池も底下げする過剰な公共事業。さあ暇ビーバーよ、キリキリ働け。働いた後の飯はうまいぞー。ビーバー、ずらー。作業優先度下げて指定してたのにここまで集まるのはちょっと予想外。この程度の作業じゃ即日終わるぜ。じゃ追加で湧き水周りの汚水のシミが気になるので汚染防壁で囲ってもらいましょ。なくても何ら問題ないが細かいところにこだわるのが建築の匠。汚水機終了。さて歌を歌ってって、花火上がってるー。まさかのフライング花火。いのちの水って一応それは歌うのな。抑えきれない魂の表れであります。さてお楽しみの葉っぱタイムじゃー。今シーズン最大級の大爆破漏れなく綺麗に葉っぱできるかな？ひげ、公園連爆乱舞の舞。乱舞の舞って舞が被ってんじゃねえか。適当な技名をつけんじゃねえ。あと画面引きで撮影してんのに、がっつり左下爆破忘れてんぞ。やり直していい？当チャンネルは基本セーブ&ロード禁止です。糸かなし。まあこういうこともあらー。謎のこだわりにより追加の葉っぱ。この縛りのせいで信長の野望の関ヶ原田中の動画がいつも失敗してボツになるんじゃー。マジで無理なやつ。では汚水機が終わり小型ポンプを使った新たに完成したランドマークの噴水を見つつ今回はここまで。続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録グッドボタン、よろしくお願いいたします。ハイプは私のやる気スイッチです。噴水と同時進行でしれっと河口に巨大な貯水池工事も行い大量の貯水を手に入れたレイム。でも洪水の時に水捨てまくった影響で水位が安定せず、隣の植林地が乾いたり潤ったり繰り返してるぜ。続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。